なんか、蜂農家の方みたいな感じですよね。でもまあ、やりすぎなぐらいやるのが本気の UV 対策です。一斉のせ、こんにちは、ひまひまです。今回ですね。私は、色白といえば、みたいな。ちょっと言い過ぎた。ごめんなさい。ちょっとそれは言い過ぎなんですけど、結構ひまといえば、結構日焼け対策頑張ってるイメージ、持っていただけたらもしかしたらめちゃくちゃ嬉しいんですけど、今日はですね、もう本当に日焼け止め、UV 対策ガチ勢の、この夏絶対に焼けない方法をちょっと7選紹介していきたいと思います。これだけ押さえれば皆さん今年の夏は乗り越えられます。というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。まず、私が今までどんだけ黒かったか、焼けてたかっていうのをお見せします。こちらです。じゃん。もうこんな感じで本当に真っ黒だったんですね。なんか、字は多分普通なんですけど、ただ頑張ってはいるんですよ、対策を。ただそれだけで対策を頑張ったらこうなります。まあ今みたいになります。はい。まあ、めちゃくちゃ、もちろん、もう元々が色白の方とかにはかなわないんですけど、元が色白じゃないから別に。そんな色白じゃないので、色白の方に会ったりとかすると、本当に元から白いから、あんまり対策されてなくても、すごい白い方っていっぱいいるんですよ。ただ私は元があんまり白いタイプじゃないからこそ、いろんな対策を頑張って、なんか結構本当に会う人、最近だと5人に3人ぐらい、白くないって言っていただけるようになりました。それこそ最近パパとかママにも急になんか白くないって言われたし、それぐらい、まあ、対策を頑張るとも言ってもらえるようになるかなと思います。なので、もし今年からあんまり日焼けしたくないなって思い始めたとか、何からやっていいかわかんないって方はぜひ見ていただけると嬉しいです。では、ちょっとメモしたので、それを見ながら話していきましょう。で、まずは、やっぱ一個意識してほしいのは努力です。本当にこれは、積み重ねれば積み重ねるほど、日焼け対策ってできるなって私はすごく思うので、私はサプリとか一切飲んでなくて、果物食べてるだけなんですけど、インナーケアとしてはね。じゃあ一個ずつ紹介していきます。まず1個目は、じゃーん日傘でーす。これ日傘なんですけど、本当に私のこれもう相方です。相棒。じゃーん。めっちゃ大きくない？これ折りたたみじゃないんですよ。お誕生日プレゼントにおばあちゃんおじいちゃんにもらって、それぐらい日焼け止めガチ勢です。なんでこの日傘かっていう、ポイントから全部話していきますね。まず、日傘を選ぶ時のポイントとして、遮光率が 100% のものを絶対に選んでください。私結構もう本当にいっぱい調べて言ってることなので、多分合ってるというか、まあ、自分が実感してるのはそうなんですけど、99.9% の遮光率の日傘はあんまり効果がないみたいな。まあ、効果はもちろんありますよ。ただ、100% に比べると、だって 100% の日傘ってもう言い切っちゃってるじゃないですか。遮光率 100% だよって。それで、これはサンバリアっていう傘です。で、これ 100% 遮光のものです。で、あとね、大事なのは、外側が白で内側が黒なのがいいみたい。だから黒の日傘よりも、外が白で中が黒を意識してください。で、私はこの他にもサンバリアの折りたたみの方も持ってるんだけど、折りたたみの方でも大丈夫です。ただちょっと大きいのが欲しくなっちゃって、だってゴルフ用の日傘を差してる方もいらっしゃるぐらい UV 対策ガチ勢の方って多いじゃないですか。だからもうほんとそれぐらい大きい傘が欲しくて今回は折りたたみじゃないやつを買ってもらいました。サンバリアって調べるとね、いっぱい出てくる。サンバリア。日傘もあるんですけど、帽子とかもあるの、サンバリアって。だからおすすめ。こういう感じで長い傘で S、M、L みたいな感じであるのね。LL もある。ただ私はこれ L ですね。日光から全身を隠せるほどの心強いたっぷりサイズです。あと帽子、アウターなどなどあります。ただサンバリアって正直ちょっと日傘にしては高いんじゃないかって思うものではあるんです。なので私はお誕生日プレゼントに買っていただいたんですけど、でもまずは遮光率 100% のもので3000円ぐらいの折りたたみ傘とかも売ってるし、今もそれ使ってるから、なんかそういうのから入ってみてもいいんじゃないかなと思います。ただ最強はサンバリアなのかなって私は思います。もっとのやつってあるのかな？あると思うんだけど、でもはい、そういうのがおすすめです。続いて、じゃん！帽子でーす！普通に帽子なんですけど、帽子をかぶるだけで、ここから
直射日光が当たらないから本当に帽子はいいなって思います。それこそ今サンバリアにも売ってましたけど、特化してる帽子とかもあるんですけど、なかなかお出かけの時にさ、それを被るって、まあいいんですけど、服装に合わなかったりとかもしやすいかもしれないから、私は普通にキャップにしてます。キャップに日が差しちゃえばもうこっちのもんって感じだと思いますね、私は。キャップ持つだけでもいいし、持ってくだけでもいいと思うし、でも本当にキャップあるかないかで顔に日が当たるか当たらないかが全然違うので大事だなって思います。夏は私キャップばっか。もう毎日のようにキャップ被ってますね。で、続いて、3つ目。3つ目が、じゃーん。アームカバーと上の、日焼けアウターです。このお洋服がちょっとフリフリすぎて着づらいんだけど。これは白ですね。で、結構薄い。けど、これ遮光ができるやつ。で、これつばが、ちょっとなんか、蜂農家の方みたいな感じですよね。これはつばついてますけど、つばついてないやつだとこれね、帽子。つばついたやつなら帽子なくてもいいかもだけど。でもこれ被んないでしょ、こうやって。どうでしょうね。でもこれここまで被せられるので結構ガチですね、これは。こういう、パーカーを着るのもあり。で、もう一個じゃん、こちら。これおさきちゃん、おさきちゃんと、ロフト購入品紹介の交換をした時に、おさきちゃんからいただいたんですけど、これアームカバー。で、これクール素材になってて、ちょっとした時に。やっぱね、ひんやりがいいですよ、この時期。私、アームカバーはめっちゃつけます。正直このパーカーはあんま着ない私は。だからこれママと兼用みたいな感じ。あんまりパーカーは本当に着なくて、アームカバーですね。なんでかというと、パーカーって邪魔になっちゃうけど、アームカバーならバッグに入れられるじゃないですか。だからアームカバーです。あと、別にここら辺は、今から紹介するんですけど、日焼け止めとかでいけるから意外と。まあ、パーカーでもね、いいんですけど。で、じゃん、こちらこうなってて、内側がメッシュになってるんですね。めっちゃメッシュ。こういう感じ。この日に当たる方は違うよ。でもこっちがメッシュ。で、友達に会う時に外すって感じ。友達と遊ぶ時はね。で、これなんかミトンみたいになってて、ちゃんとこの手まで、日焼け止め対策ができるようになってる。でもこれ携帯触りたい時わざわざこうやってやるの大変だけど。でもね、これ大事よ。私手の甲だけ日焼け止め取れちゃうからさ、本当に焼けてんの。色が違うんですもん、手の甲と。ここが、腕が。だから手の甲もこうやって対策することは大事ですね。本当にアームカバーは大事。私日焼け止めの上にアームカバーしないともう怖いもん。だからね、林間学校の時とかもずっとアームカバーしてたし、大事ですね。で、あと、学生さんは体育の時に長ジャージ、これ大事。熱中症だけは本当に気をつけてくださいなんですけど、私はもうずーっと長袖長ズボンですね。体育は夏も。暑くても絶対脱ぎたくないって思っちゃう。で、ここまで上げてる、全部。首まで焼けたくないからね。だからもう隠せるとこは隠していこうって感じです。倒れない程度にですよ、皆さん。熱中症にはならないでくださいね。で、次のアイテムが、日焼け止めです。日焼け止めは私もガチ勢なんですよ、日焼け止め。日焼け止めだけで実は動画1本になります。したいです、動画1本に。でもこの動画はもう特別に教えちゃいますよ。じゃあまずですね、日焼け止めはいろんなタイプがあるじゃないですか、日焼け止めって。私は、じゃん、液体タイプの日焼け止めです。絶対に見るべきポイントはこの SPF50 プラスで PA プラスが4つついてるの。これがマックスなんですね。3つとかだとちょっと弱いんだよね。だからもう絶対4つはつけてるやつにしてください。耐水性っていうのも書いてるので、水にどれだけ強いかっていうのも一応見た方がいいかもですね。私はまずアネッサ。もうこれはもうアネッサさんはほんとちょっと待って、よいしょ。アネッサはもう超おすすめです。あとビオレも結構焼けません。ビオレも使ってますけど、ちょっと今ないんですけど、はい。けど私はアネッサです。アネッサがめっちゃ好き。だいたいこの紫トーンアップと普通のやつ使ってます。体はだいたい私はこっちかな、普通の方。で、こっちは首と腕はまあでもこっちかな。あんま無色の方使ってるけど、首はこれ使ってます。で、もう一個、じゃん、アリー。これもめっちゃおすすめ。これ顔用なんだけど、いっつもアリーの日焼け止めはずーっと顔に塗ってます。で、スキンアクアトーンアップ UV エッセンス。これラベンダー。で、これも使ってますけど、
ただね、これなんかちょっと落ちやすいかなとは言われてるの。私は別にそんなにね、感じたことはないですけど。でもこれも使ってます。まあ大体ここら辺はマストですね。ただ絶対に焼けないのはやっぱアネッサとアリーかな。ちょっとお高めなとこもあるんですけど、でも焼けないから、頑張ってこれにしてます。はい。で、続いては、じゃーん！スプレーです。スプレータイプの日焼け止め。なんでこんなあるんだって感じだよね。今ここにあるのはサンカットパーフェクト UV。これも全部皆さん SPF50 プラスの PA プラス4。でしかもこれスーパーウォータープルーフなので、汗とか水にめっちゃ強いんです。これすごくて、見てください。メイクを守るスプレーだよ。そう、これメイクの上からできるんですよ。これ顔用です。私これ感動して、ちょっといいよ、次これ。で、これが、薬用ホワイトニング UV スプレー。これも、UV スプレーです。これは&B のやつですね。だいたい全部 PA プラス4で耐水性もあって、SPF50 プラスなんですけど、私、今年新しく増やしたのはこの2本なのね。で、スプレータイプってめちゃくちゃ有効で、私はだいたい家で液体を塗っていくんですよ。で、外でこのだいたいスプレーを持ってって、1時間ごとぐらいにやってるんですけど、これメイクを守る UV スプレーだからね、こうやってふーってやっていいの。大体のスプレーってこう手に1回出してから塗ってくださいってこう注意書きに書いてるんだけど、これは書いてないんですよ。お肌から15から20センチ離して円を描くようにスプレーし、軽く押さえてください。だからもうシューって、しかも透明スプレーなの。紫外線カット成分 100% だよ。もう超天才でしょ？なので、この子たちはもう、私はもう大好き。メイクの上からできるっていうのがすごく好きですね。で、続いてもう一個のタイプが、じゃーん、こちら、ネイチャーリパブリックのパウダリー UV アルエスティック。これはスティック状の日焼け止めです。これも、全部一緒なんですけど、メイクの上からの直塗りも OK だし、白浮きもしないよっていう透明素材です。私はこのネイチャーリパブリックのこの形がめっちゃ好きで、もう毎年これ使ってる。本当に。じゃん。で、これはどこに塗り直すかというと、確かにメイクの上からも OK なので、メイクの上からもするんですけど、やっぱ目の際とかはできないから、スティックだとね。スプレーで補うじゃないですか。これ直でも、チークとかがちょっと怖いんだよね。取れちゃう気がして。だいたいこの首を塗り直すときと腕を塗り直すときにこれを持ってってます。このスティックだとやっぱ手が汚れないっていうのがめっちゃいいのよ。だから液体はだいたい持ち歩かなくて、私は。だいたいこのスプレー1本とスティックを2本持ち歩くかなって1時間ごとぐらいに塗り替えてます。だから日焼け止めを塗った上にできればアームカバーをつけて帽子かぶって日傘するっていう感じです。やりすぎなぐらいがいいの。やりすぎなぐらいやるのが本気の UV 対策です。続いて5選目がサングラスです。もうこれもね、あれなんですけど、目からやっぱ UV は入りやすいって言うじゃないですか。だから、目からもちゃんと遮光するっていうのが大事です。サングラスしてください。続いて6選目は、日焼けした日はお湯に浸からない&シャワーの温度を下げるです。日焼けってね、ちょっと大げさに言うと、ちょっと軽い火傷みたいな、ほんとそういうもんなんだって。だから火傷した後って冷やすみたいな感じで、温度をちょっと下げるのがいいみたいで、私ほんと YouTube とかも全部専門家さんのやつとか見たんですけど、って言ってる方が多くって、そっから私はそうしてます。ぜひ皆さんも日焼けしちゃった日は、だいたいお湯に、私はですけどお湯に浸からず、ちょっと温度下げてシャワーしてます。より悪化しないようにっていうのは心がけてます。日焼けしちゃった日だから、体育祭の後とかですかね、大事です。で、最後、7選目は、日焼けした日のアフターケアなんですけど、これも日焼けした日はパックをするです。で、そのパックっていうのも、ちょっとビタミン C が入ったりとか、美白成分が入ったりとか、そういうパックをするように心がけてます。日焼けを対策するのもね、大事なんだけど、日焼けしちゃった日にどうアフターケアするかっていうのも大事みたいだから、ぜひ皆さんもやってみてください。はい。というわけでこれで以上でーす。というわけで、今回はですね、UV 対策ガチ勢の本気の UV 対策を紹介しました。本当に今年の夏も焼けないように頑張りたいので、みんなで一緒に頑張りましょうね。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ。少しでも参考になったら嬉しいです。